皆さんこんにちは。ながらフライクの時間がやってきました。ながらフライクって三角さん何ですか？ながらフライクとは、あんなことやこんなことを忖度なしにトークするラジオ感覚で聞ける番組です。素晴らしい。めっちゃいい。すごいすごい。やる。今日のテーマはこちら。転職した背景。じゃあ転職をした決意っていうところで、みんな転職組じゃないですか。そうですね。で、4年前。そうですね、21年。4年前。はい2年前。2年ですね。2ヶ月前。そうですね。入社のタイミングは。だけど、なんでフライクに入ろうかみたいなことを決意した背景みたいなことを深掘りをしていきたいなって思ってます。記憶に新しい三角さんのことを深掘りをしていけたらなって思ってるんですけど、転職をするきっかけみたいなこの話からお聞きしたいなと思ってるんですけど、2人は初めてかもしれないので。そうですね。ね、あんま知らないよね。そうですよね。まずですね、2つあって、私前提としてフライクの YouTube の読者でしたっていうのがあったんですね。前職が業界特化型のセールスフォースの OEM アプリを販売している会社で勤めてましたと。で、そういったことを、Twitter で X で、そういったこともちょっとつぶやいてたことがあって、そういうアカウントがあったっていうところに、ある日突然大滝さんから DM をいただいたっていうのがきっかけになります。 Twitter ナンパだけは得意なんですよ。そこがスタートだったんですびっね。くりしましたよ。って見てる人がそれ知ってたんですか？わからんわ。あ、本当ですか？たまたま全然わからんわからん。たまたま声かけた人が見てたみたいな。いや、なんでかわかんないんですけど、いいねもらったか、検索キーワードがセールスソース福岡で引っかかったのか、セールスソースだけなのかわかんないけど、何かしらアクションがどっちかからあって、DM 送ったら僕から送りました。なるほど。もう本当にそれきっかけですね。なので、もともと転職を積極的に探してたとかそういうのは全然なくて、ただ今勤めてる会社の業務フローとかを改善したいなっていう目的で動画を見てた。一ユーザーとして。一ユーザーとして。で、いい投稿あったらいいねって押してたっていう、それがきっかけですね。なんか2つ目って何かあるんですか？読者だったっていうのが1つ目、で、そこで DM をもらったっていうところから始まったっていう2つですね。なるほど。今までの話はどちらかというと転職をする前の話でも、別に転職するかしないかはその人次第にもかかわらず、三角さんはフライクに入ろうっていう決断をされたわけじゃないですか。そうですね。ここ何があったんですか？簡単に言うと、事業会社だったので自社のプロダクトを売らないといけなかったと。で、そうなってくると範囲的に届かないところに関しての提案ができないっていうジレンマをずっと抱えてたんですね。プロダクトならではだから、そこの得意な領域は提案できるけど、じゃないところが提案できないみたいなイメージ。そうです、その通りです。そしたら怒られるんですか？いや、怒られはしないですけど、売り上げにもならないですし、KPI じゃないので、そもそもそこを限られた時間で求めちゃっていいのかみたいなところもあるかなと思いますね。もうその業界に対して売り込むことが結構目標みたいになってるんですか？多分そういうことじゃなくて、その業界のこの業種のこのプロダクトを販売しろが KPI になってて、そのプロダクト以外のところ、例えば会計ソフトとか MA のところはやってくれるなっていう意味合いですよね。そうです、そうです。僕がフリーにいたから同じ気持ちすごくわかるなと思って、私はウイスキー屋さんですと、これ売ってますと、これ一緒に食べたらうまいよっていう、これを売っちゃダメってことですね。そうだってこっち売ってもシンボリ商店に入ってこないから、これだけを売れと。そうですね。だから本当はこれも一緒に使ってもらえたら、多分この会社もっと良くなるんだろうなっていうのは言えるけど、じゃあお願いしますって言っても受け入れないっていうような状態ですよね。これがちょっとモヤモヤしてて、そんな中で、いいなフライクさんって理想を全部叶えてるんだなっていうのをずっとぼんやりと見てるところで声かけていただいたみたいな感じですね。なるほどね。やっぱその自分自身が提供できる範囲っていうのが会社の中で決まっているがゆえにモヤモヤを感じて、その前後の領域とかも提案をしたいからみたいなことですかね。実際どうですか？今からは律樹と沼ちゃんの転職どういう風な決断したんですかって言った観点でお話したいんだけど、お二人は三角さんと違って、プロダクト売るものは多岐にわたりますよね、にもかかわらず転職をしたところの決断だったりとか、その後実際どうだったかみたいなところを聞いていきたいんですけど。私はシンボリ氏がいるからいっかみたいな感じで、正直すごい軽い気持ちで入社したっていうのがでかいですね。彼が前職一緒だったので、でかつ
ず彼がリーダーで私がその下で動いていて、まあ仲も良かったって言ったらあれですよ、安心して一緒にやってたところはあったのでっていうので、そんな感じだったら大丈夫だろう、何かしら成長できるものはあるだろうみたいな軽い気持ちです。めちゃくちゃ沼ちゃんが入社した後、研究開発合宿しようという話になったんですね。僕たち合宿って別に研究開発をするだけであってテント張ろうぜって合宿でもないし、日帰り合宿なんですよむしろね。にもかかわらず沼ちゃん可愛いのが1泊2日のやつを持ってきてて泊まらないんですかお疲れっすみたいな感じで帰った時の沼ちゃんすごい可愛かった。いやあの時僕びっくりしましたよ。彼からは研究開発の合宿をするって聞いたんで、合宿かと思って、しかもマンションの一室だったんですよね、ってことは泊まるみたいな、住むみたいな環境も多分まあマンションだからあるやろと思って行ったら、マジみんな軽装備でこいつらどうやってこれで泊まんねんみたいなと思ったら、なんか今日沼ちゃん荷物多くないみたいな。そういやちょっと合宿なんでみたいなはいみたいな、泊まらんよみたいな、泊まらんのかい、泊まりたいならどうぞ帰るけどねみたいな。泊まったんだっけ？泊まるかい、帰ったすごいなんかね、ボストンバッグみたいな大きいのに来てたの。何日間泊まるんだろうみたいな。合宿かって、やっぱマンションってことはそういうところも行けるよなタオルとかを持って行ってみたいな。でもようその聞かずに臨んだよね。いや教えてくれよ合宿ならそうっすよ、どっちもありえるじゃないですか。会社のルールみたいな文化とかあるじゃないですか。いやその頃教えるっていう文化マジなかったもんね。なかった、雰囲気さしてみたいな感本当にじ。よかったね今で。よかった全然違いますね。じゃあ今いや今そんな感じだったら入らないなと思ってでも僕あの頃楽しかったよ。楽しかったですね。なんかもうちょっと距離が近かったし、話全然変わるけど律儀と喧嘩したんですよ。沼ちゃんも入ってないタイミングで喧嘩してて、真ん中に違うもうやめちゃったメンバーいたんだけど、僕と律儀がこう喧嘩してる時に真ん中にいた子がシューってねいなくなってるんですよ。空を見ながらじゃなくて窓の方向で3人並んで座って仕事してたんですよ。僕と律儀が喧嘩してるから話してるんだけど、シューっていなくなってる感じのやっぱマンションの一室だから近かったっていうのもあるし、楽しかったね。1回だけだよね言い合ったの。1回だけっすね。そうっすね。あれぐらいだよね。あんくらいっすね。それは何年前ですか？3年前とか。3年かな。3年。僕がいないんで確かに3年ぐらいなんですかね。じゃあこの3年で整備されていって今は12本の研修が研修なんかなかったよね初め。こんなにありました。ビジネス研修みたいなやつがあって、多分今もやってるんじゃないですかね。1000万明日まで売り上げなきゃいけないです、あなたどう動きますかみたいな。あれやってないあれは新入社員向け研修の新卒編にあります。へー。あれ多分後半に名刺交換の仕方とかあって、そっかそういうのビジネスマナー的な。そうなるほど。どこに座ればいいですかみたいなところとかありました。でもそれだけですね、多分あったのは。あとはもうはいどうぞみたいな感じでしたよ。なんか楽しかったねとか言ってるけど、僕実はあんまり楽しい印象ないそうだよね。もうしんどかったですよ、それは。どうですかその頃。何も覚えてないんですよね。分かる。でもその感覚マジっすか。忙しすぎた。うんなんか余裕がない。目の前の売り上げを上げないと次給料日お金払えないかもみたいなもちろんあるので、一回もないよね給料の遅れた遅延。まあそうですね。一回振り込みのタイミングが遅くなったのかったね。ありましたね。12時ぐらいになったやつ。僕がめっちゃ忙しすぎて承認ボタンを押してないだけっていうそれがあったから、お金がなくてとかじゃないですもんね、シンプルな。あの時は忙しかったね。転職を決断した背景。でも私も沼ちゃんと似てますよ。その時で言う現職。現職で燃えてて、プロジェクトが炎上ね。それ嫌だな、きついなっていうのと、もう一個はやっぱコーディングがしたいっていうのがベースとしてあったけど、お客さん先に行ってどっちかというと上流の業務をしてて、物を作りたいなっていうこの2個がある時に、それこそ一緒だよ。今で言う前職の当時で言うと現職の前職だなんその周り来る言い方は。多分前職だろ。それこそ元上司。その時で言う上司、元上司もういいよややこしいから副業しないって誘われて、副業ほんと思って、お金稼げるしいいなと思ってやりますって
っていう軽い気持ちで言ったら、まあ、今で言う元上司がなんかそのもともとその人は今で言う元上司の今で言う前職のその人はまあ目がうつろっていうか暗くてまあ仕事だるいなみたいなもう本当にタスクをこなしてる人だったみたいな人がめちゃめちゃ生き生きしててキラキラしてて楽しそうだなと思ってなんか楽しそうですねいいですねってこんないい会社に転職できていいっすねって言ったら私は何に引っかかったらしいんですよね今だー行けーって言ってリツキに猛アタックする。なるほど。っていう感じなんでどちらかというとフライクのビジネスがとかこういうことしたいっていうよりかは現状、まあ、今で言う昔の感じがすごく嫌で逃げるっていうか、場所を変えたいみたいなところで飛びついた。おー。だから今の入ってるメンバーとやっぱ最初の01ベースは違うよね、やっぱ知り合いの知り合いでっていうところが沼ちゃんとかリツキが転職する時だけど、多分みすみさんのあたりぐらいからはもうちゃんと広報として動画もたくさん上げてたし、そうですよね調べると分かるし、確かに。だって多分見た時ってどれぐらいから見てるか分かんないけど YouTube の登録者数も6000、7000、8000ぐらいだと思うんで、それなりの認知度があるタイミングだけどリツキが入ったタイミングって100？いや多分そうだと思う150へーだって2021年でしょ、うん150とかだと思うよ。そうなんですね。 1000いってたら違法なんじゃないかな、ちょっと振り返らないと分かんないけど、じゃあここからみすみさんたちもう世代からだと思うから第2世代って感じなんですかじゃないですか。ねえうん。でも僕はなんか今までフライクの大滝さんだから知ってるから入社したみたいなところはねあったけど、なんかこれからはなんかこの人たちを見てから転職してほしい、僕の中で。なんかいつまでたってもフライクイコール大滝はちょっと良くないなと思ってて、でも確かにそうかもしれないです、研修制度の話あったんですけど、研修みんなができるようになったよねっていう話があったら、大滝さんだけがなんかこうやるっていう感じじゃなくなるじゃないですか、ってなった時に入社した後になんだ大滝さんがやんないのかってなられたら多分困ると思うんですよ。確かに嫌だね。この場所もね沼ちゃんとかリツキとか、ねみすみさんが座ってくれて回してくれる方がベストです。徐々になんか1対1ぐらいになるといいですね。なんか大田さんだけじゃなくて1対1第1 50-50っていいですか。いや50対50をさ約分して1対1上げて分かりづれそうかそうですね。マンツーマンみたいな調味料かとねなるほどね。そうかそうだね。みりんと醤油1対1割り方みたいなハイボールみたいな。そうでもそうだよ本当に大田さんだけがなんか前に出るのは多分今後変えていかなきゃいけない感じですね、ここからは。ながらフライクを見てくださってる方にコメントを3人からいただきたいんですけど、お題は転職先どっかいいとこないかなって探してるとか、転職する気はないけどいいところがあったら話聞いてみたいなみたいな転職潜在層ですねに向けてのコメントをお願いしたいんですけど、じゃあ私からトップバッター1番、はい浅沼試練。はい、今の仕事になんかちょっと退屈してる人いませんか？もっと働きたい、もっと追い込まれた環境で仕事したいみたいなアグレッシブな環境を求めてる方、めっちゃフライクおすすめです。いや沼ちゃんやっぱ変わったよね。いいと思う、成長した。いや、ありがとうございます。いや、これちょっと語っちゃうんですけど、暇な時間って良かったんですよ、前までと思ったんですけど、今のこのフライク入ると暇な時間がなんかもういやーってなる。することないすることないが言っちゃう。ちょっとさ、言語化ができなくなってるのはこの人のせいですよね。とか言語化のねスキルセットが前まであったはずなのに、沼ちゃんがねリツキと一緒に過ぎて言語化ができなくなってるのをね継承してるあなたは。マジですね。違うって求職者に対するメッセージなんて。沼ちゃんありがとう。はい。どっち行く？みすみさんとリツキ。じゃあ主役は最後に。やべえみたいな。俺言おうと思ったみたいな。主役は最後がいいんじゃないですか。ね、じゃあ頑張ってくださいね。わかりました。テイク30でいくかな。リツキ。皆さんこんにちは。ホームビデオチャンネルのしんぼりです。おい、ホームビデオそれ一本の動画じゃないんだから俺もこっち映ろっかな。一言ですよね。フライクだろうがフライクじゃなかろうが調べてほしいなって思います。転職するって時に、いろんな会社あるし、情報出してる会社出してない会社いると思いますけど、フライクはいっぱい出してるので、まずはちゃんと調べていろんな動画見て、なんかこの会社いいなって少しでも思ってもらえたら嬉しいなと思ってるので調べてください。株式会社フライクスペース採用
エンター。完璧です。なんか下手っすよね。うん、しかも一言聞いた割に全然ないからどこまでが一言なんだろうと思って。確かに確かに。で、調べてください。じゃあ OK 締めよう、五七五でいくよ。5、でも次三角さんだからね、はい、リツキのターンを五七五で締めるよ。いい、準備はいいか。はい。5、4、3、2。調べよう、フライク。フライク。分かった。やめよう。三角さん先に行っちゃって最後五七五で締めましょう。リツキ今考える機会なんでもうツッコミしなくていいんだ。自分が今働いてる会社の業務フローって自分が納得いってますかっていうのを、ぜひ思い出してみてほしいんですけど、そこちょっとでも気になったらまずフライクの YouTube チャンネル、見てるからここにいるんですけど、いろいろ過去の動画も見てみてほしいなと思います。そしたら、それを実現している会社っていうところにも少しでも興味を持ってもらえるんじゃないかなというふうに思います。確かに、痩せてる大竹さんにも会えますよ。今から5、6キロ、6、7キロ痩せてる時のライダップに行って病気的に痩せてる僕にも出会えると思うんで、ドクターストップかかったんですよ。もうやめてくれって言われて、お医者さんからライダップ、そこから取ったのは僕のせいじゃないです。お医者さんのせいです。でも確かに業務フローを自社の中で違和感があって、もちろんその今いる現職の方でね活躍できるのがベストだと思うんですけど、それができないって思った時とか、提案の幅が広がりそうみたいなところだったらフライクに来るのはありですし、三角さんもねもう1名一緒に入ったシステムエンジニアの方もそういう人だと思うんで、一人だけねこのコミュニケーションに入れない人がいてですね、次五七五で締めるっていう役割があるんですよ。最後にすごい顔やばいよ本当に。ここはね執行役員の力を五七五いけますか。はい。そろそろ彼整ったらしいんですよ。整いましたかね。五七五で。でもね俳句じゃなくて五七五七七でもいいんだ別にね。おっと短歌か。短歌はレベル高いですね。松尾芭蕉いいっすね。なんか最後のシンボリ氏の五七五七七で締めるやつを50個集めた100人集作りましょう。100個じゃん。ここカットでお願いします。カットをカットでいいのでノリでいこう。はい、3、2、1。フライクと調べてみなさいホトトギス。野鳥のね。そうですね。いきますか。はい。ホトトギス来たらやばいね。何してるんじゃないのホトトギスって。いないの？いないんじゃない？企業じゃないと。それは？ウグイスね。シンボリさんに乾杯。チャレンジに乾杯。チャレンジに乾杯。俺はうまいね。転職のチャレンジに乾杯とリスキに乾杯。かかってるんですね。その心は？どちらもうまいでしょう。意味がバイバーイ。